永山君江さん、当時18歳。爆心地から約 3km 離れた小井町の小井小学校で被爆しました。朝はとにかく8時集合ですから、それ間に合うように10分ぐらい前に行ったと思います、役所へね。そして8時からの勤務ですから、すぐ校庭へ行列して、その時に集合で集まって訓示を聞いて、空襲があっても頑張ろうとか、なんか一生懸命事務しようとかいう所長さんの話でしたよね。で、何があってもここへ勤務してくださいというような話だったと思います。それから一応書類袋を防空壕に入れてるのをみんなが行列して校庭の中一列並んで事務所に運びました。その時に太田川の川下から飛行機が来たんですよ。ちょうど2階、建物2階すれすれにね、わあ建物すれすれに来た、どうしよう言って警報も鳴ったの覚えてない、聞かないけど、とにかく飛行機が2階すれすれに太田川上がっていきました。それでみんなと一緒に「ああ飛行機来たよ、空襲じゃ」言ってから事務所机に座ったんですけど、どうも胸がドキドキするし、トイレにも行きとうなるし、もう何にもないき、しーんとしとるし、これはもう飛行機は広島逃げて阪神方面に行ったんかなということで、トイレないと行こう思って、そこからトイレめがけて外へ出たんですが、そこで稲光のような光が走ってドーン言うてね、学校では伏せ言うて伏せることを習ってましたから、すぐ伏せたんですが、ちょうど校舎の陰だったですからやけどはしなかったんですけどね。それから立ち上がってコンクリのトイレのとこへ立ち止まって佇んでおりましたら、友達が「防空壕へ逃げる命令が来たから、あなたそこへぐずぐずしておらずに、もう校舎から出てから山の方へ行くんよ」言ってくださったから、一緒にその友達と一緒に山へ逃げました。そして雨が降り出して防空壕防空壕言うても小さい防空壕だから入れずに、私と友達は防空壕の外で佇んでたんですよ。そしたら友達は意外と気が利いて、私が貸してあげた蛇の目傘を持ってましてね、蛇の目傘あなたに借りたのをここに持ってきとるから、これを差してからしのごうよ言うてからしのぎました。で短い雨でしたよ。10分20分ぐらいの雨でしたかね。すぐ晴れました。通り雨でしたね。色は黒かったか白かったかその感じませんでしたがね、黒い雨だったそうですね。その事務所の中へ帰ってきたところへ、母が弟連れてから「今家から歩いてきて、家の方は日の海だから弟すまんが見よってね」言うて、母はまた日の海だけどちょっとでも家燃え移ったらいけないから帰ってから火消しに行くから、そしてから弟やら父なんかが帰ってくるかもわからんからね、お母さんは家おるよ言うて、そこでちょっと別れた、一晩別れたんです。それでその日はとにかくご飯も食べずに帰れ、祝辞帰れいうことで、もうご飯食べなければいけないいうお腹も空かなかったし、意識はなかったですね。とにかく逃げるいうことしか頭になかった。下宿で行って一晩泊まらせてもらって、それからまた役所に相談しに朝出かけよういうぐらいのことで、
そしたら下宿のおばさんが「今晩は恋の方の山の親戚に行くんじゃけ、あんたついてきてここへ入られせんよ、鍵閉めて行くんじゃけ」って。でもねおばちゃん行くとこがないけ、何にもせん、物を取ったりしやせん、部屋へ寝してくださいってもダメじゃ言うてね。だけどしょうがない、もう考えることもできる。そのおばちゃんの家族に、下宿のおばちゃんの家族について山の上の親戚の方行ったんですが、そこじゃ入れてもらえなくって、軒の下へ「すいません、おじゃ軒の下もう歩けないから軒の下へ寝させてくださいね、ごめんなさいね」って弟と2人で抱き合って一晩過ごしました。もう歩けなくてね。それで朝7時頃でしたかね、小石小学校へ向けてもうどうしようもない、どこも行くことができん、役所まで帰ってみよう思って帰ったら、母がちょうど役所の玄関までちょうど来たところでしてね、八王手から「ああよかった、迎えに来たんよ」って「弟を連れて帰るけ、君ちゃんは役所の方と一緒に行動を共にしとってね」って「元気でいるんが分かったからね」言ってから、それでそこで母と一応別れたんです。それでその日は集合がありましてね、今からトラックで田舎へ逃げるからついてこないけんよ言って、これは強制的の命令で特殊爆弾だから広島市内に入ったらいけない言ってね、厳しく言われたんですよ。それでも美笹の友達は家には体の不自由な妹がいるからね、一応帰る言うて6日の日は別れたんですよ、その友達と。それきり会いませんでしたけどね。トラックへ運ばれたのは八木小学校でした。それで着いた日にトイレに行って、外を見ると川が流れてましたからね、私と同い年のいとこも同じ両松署に勤めてたんですよ。で私は来る日と思うんですけど、13日だから7日にそこへ着いて13日の日まで意識がなくて、運んだロッカーの隙間に寝てました。で宇治内帰って8月分の給料いただいて、それが夕方でしたよね。だいぶ給料もらうまで待たされました。その時は加古町の方の死体を兵隊さんが集めてね、夕方でしたけど焼いとりました。今から考えるとその兵隊さんもねかわいそうに思いましたよ。いつまでもそういう軍隊の仕事がありましてね。それから家までは焼け野原でずっと何にも建物がなくて焼けてました全然。うちの近くにうちだけが半壊で全壊か焼け残ってあったんですよ。他家の周りもみんな焼けとりました。そしてあくる日に宮島向けて多分歩いて行ったと思いますよ。電車に乗った記憶はないんですがね。平和が何よりもありがたいですよね。今平和に過ごしていますから幸せです。戦争のない、もうどういうんですか、皆さん新聞にも出てますけど、やれ殺したじゃなんじゃいうニュースがありますけど、そういうことのないようにもう穏やかに生活いたしたいと思います。